どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回は Apple 製品をね、できるだけ安く買う方法についてね、お話ししたいと思います。今回はね、Amazon 編ということで、いくつかちょっとシリーズにして、楽天編とかですね、整備済み、Apple 整備済み品編とか、まとめとかに分かれてちょっとね、動画撮ろうかなと思っております。今回はなんで Amazon 編なんで、Amazon でできる限りApple 製品安く買う方法っていうのをね、3つほどね、安く買う方法っていうのをお話ししたいかなと思います。もちろんね、これ Apple 製品以外でも、使えるものになるので、Amazon でよく買い物するっていう方はね、ぜひそちらも含めてご覧いただければなと思います。僕自身もですね、Apple 製品これまでたくさんね、レビューし、動画もあるんですけども、買ってきたんですけども、やっぱ非常にね、やっぱデザインとかもスタイリッシュだったりとか、普通にかっこいいですよね。やっぱこれから新生活ね、始まる方とかもね、やっぱ Apple 製品欲しいなってね、思う方いると思うんですけども、非常にね、映える Apple 製品なんですけども、ただですよ。お値段とかもね、やっぱそれなりにしてくるというところでございますね。高いよ、Apple 製品っていうね、ところですけど、Apple 製品やっぱブランドイメージとかもあってですね、特にやっぱ Apple の公式のストアとかであれば、セールとか行われるっていうね、ことはね、ほぼないんですよね。ないですね。やっぱこの Apple の公式ストア以外でもですね、安く買う方法っていうのね、もちろんございますので、この動画見てもらえればですね、常時少なくともね、大体1から 3% オフ、最大で 15% オフぐらいで買える方法とかもあるので、ぜひちょっとこれから Apple 製品買おうかな、安く買いたいなって思ってる方はですね、参考になると思いますので、ぜひこれ最後までね、ご覧いただければと思います。ちょっと正直教えたくないなってなんてこともね、話したいかなと思いますんで、僕自身はですね、ガジェットのブログ4年運営したりとか、現在今 YouTube はですね、もうそろそろね、動画も200本ぐらいに、なりそうなんで、今回紹介する動画以外もですね、日々役に立つガジェットとか、あとレビュー動画ですね、今後の Apple 製品ですね、でまたシリーズとして安く買う方法っていうのをね、出していきたいと思いますので、ぜひ気になる方は赤いこのチャンネルボタンとね、横の通知ベルもぜひね、一緒にね、押してもらえればと思います。ということで、今回はAmazon 編とね、いうことなんですけども、なんで Apple 製品安く買う方法の一つとして、この Amazon っていうのがね、Amazon で購入するっていうね、ことなんですけども、もちろんいろんなね、通販サイトあるんですけども、結構やっぱ Amazon がね、公式ストアもあって、お得なことが多いかなというところですね。じゃあどうしてその Amazon をお得に買えるのかっていうところですね、その3つの理由というかね、3つの方法についてね、具体例とか出しつつね、お話ししたいかなと思います。まず1つ目としてはですね、やっぱ商品によって、Apple 公式よりですね、定価より、やっぱ安いことがあるっていうね、ことですね。もちろんさっき言ったように Apple の公式サイトでは、値引きされるセールとかっていうね、ほぼないんですけども、Amazon であれば、そもそも定価から、安くなってる製品っていうのも、結構あったりしますと。例えばこれ AirPods Pro をね、じゃあ今買いたいなと思ったとするじゃないですか。例えば Apple の公式サイトでは、これ定価がですね、税込みで3580円というね、形になっておりますと。で、例えばじゃあ Amazon の Apple の公式ストアですね。僕がこれ見た時では、だいたい26000円か7000円ぐらい価格になっておりますと。それで買えてしまうんですよね。はい。もちろんこれ全く同じ製品なんですけども、なので、例えばだいたい3000円から4000円ぐらいですかね。セールだともうちょっと安い時もありますけど、だいたい10% オフぐらいで買えて、ポイントとかもね、もちろんこれ Amazon のもついてきますんで、あと例えばですね、AirPods Max とかで見てみるとですね、これはApple が出したヘッドホンになるんですけども、定価公式ストアの方では67,980円。税込みですけどね。これがそもそも高いだろうっていうね、話はちょっと置いておいて、高いんですけど、例えばじゃあ、これ僕見た時点にはなるんですけども、Amazon の例えば公式ストアの方で見てみると、58,400円とかね、そういった時もありました。同じ製品なのに、例えばじゃあ1万円近く違ってくるとかね、そういったことも割とあったりします。はい。この場合だと大体15% オフぐらいにはなってるっていう感じですかね。ちょっと今見た感じだと値段はね、また6万円台に戻ったりはしてたんですけども、結構時期にももちろんこれはよりますと。で、もしこういった情報を見逃したくない方ですね、コミュニティ欄の方でも、これ AirPods Max ね、ちょっと安くなったよっていうね、そういったような情報を発信してますので、結構そういうの僕見てるんで、これチャンネル登録していただくとですね、見れるようになりますんで、ぜひちょっとお得にお買い物ね、していただければと思いますっていうところで、はい。といった風にですね、製品だったりもちろんね、時期によって価格の違いはありますが、基本的にはやっぱり安く買える場合が多いかなと
思いますね、Amazon で。特にやっぱこういった AirPods Max とかみたいにですね、ちょっと発売からこれって1年2年ぐらい経ったもの、ちょっと時間が経ってるものとかは、やっぱり安く買える傾向が結構あるかなと思います。さすがにね、やっぱ登場したばかりの、新製品とかに関してはね、定価で売られることが多いんですけども、例えばこの iPad Air 5とかですね、最近出ましたけど、こういったものはね、さすがに安くはなんないんですけど、ただ安くない製品でもですね、お得な場合っていうのはありまして、それがお得な理由2つ目なんですけども、Amazon のこのポイントがつくっていうね、ところですね。Amazon 上でやっぱこれ買い物するときにね、使う電子マネーみたいな感じなんですけども、何でも Amazon でこれポイントでね、使えますんで、例えば iPad Air 5だと、公式ストアとね、今、定価同じなんですけど、ポイントが一応 1% つくという感じになってますね。1% だと、そこまでね、お得感はもちろんないんですけども、700円分ぐらいとかなんで、ただ例えばなんですけども、M1 例えば MacBook Air ですね。これ非常におすすめなんですけど、もちろん価格はね、今のところApple 公式で買うのと同じっていう感じなんですけど、ポイントがね、5%。これついてますんで、5764ポイントね、僕が見た時点ではなってるんで、地味に5000円分ね、もらえるんで、これ結構嬉しいですよね。M1MacBook Air はね、本当に新生活始める方とか、パソコンこれから欲しいなって思ってる方にね、非常におすすめなんで、レビューもしてますんでね、ぜひちょっとレビュー動画とかも、参考にね、してもらえればと思うんですけども、で、さらにもう一つね、Amazon でお得に買う方があるんですよね。で、それがね、最後の理由3つ目なんですけども、Amazon の現金チャージですね。事前にチャージして使うという、そういったものがございます。現金チャージはですね、前もって現金で、例えばコンビニとか、ATM とかですね、ネットバンクとか、5000円以上、1回でチャージした場合に、最大で 2.5% ポイントが還元されるというね、そういったものになりますと。はい。いわゆるプリペイド式なんで、前払いして買うと、さらにお得かなというところでございますと。例えばですね、プライム会員で9万円ですね、現金をチャージするとすると、それに、2.5% 例えばかかるとすると、2250ポイントつくんですよね。なので、この Apple 製品に、これは限らずなんですけども、例えばじゃあ買いたいものがもう決まってるとかっていう場合であればですね、さっきみたいな、例えば M1 のね、MacBook Air であれば、9万円先にチャージした上で、例えば買ったりするとさらにポイントがもらえたりしますんで、非常にいいのかなというところですね。ただね、例えばじゃあ現金ちょっと今手元にないなとか、だったりですね、コンビニ行くのはちょっとめんどくせえみたいなね、時あるじゃないですか。はい、つまり僕のことなんですけども、そういった方にね、おすすめなのがですね、プライム会員であればっていうね、ちょっと条件あるんですけども、クレジットカードで1回でこちらも5000円以上チャージした場合に、ポイントが貯まるっていうね、ものがありまして、クレジットカードチャージっていうものをね、これいつの間にか出てました。はい。これやり方簡単なんですけども、もちろんクレジットカードでこのチャージのページですね。これ概要欄に載せておきますが、エントリーしていただいて、その下のチャージするっていうリンクからね、5000円以上クレジットカードでチャージすると。それだけですね。1分ぐらいで終わるんじゃないですかね。ただし、還元率に関しては、0.5% っていう風にね、ちょっと下がってしまうので、そういったところあるんですけども、なんで僕の場合は、クレジットカードのチャージを使うことが、多いですかね。結構めんどくさいんで、こっちの方が結構楽なんですよね。で、こっからですね、じゃあ逆に Amazon で、じゃあ Apple 製品を買う場合の、デメリットというか、そこら辺もお話ししていきたいかなと思いますね。より良い買い物をちょっとしていただきたいと思うんで、基本的にはデメリットというか、Apple のその直営店、オンラインストアで、買う時との違いっていうところですね。にはなるんですけども、主に3つで、1つ目ですね、まずカスタマイズ。これはできないっていうね、ところですね。Amazon に置いてある、モデル、Apple 製品を買う時っていうのは、例えば iPad とかだと、例えばじゃあそのセルラーモデルですね。SIM カードとか入れて、iPhone みたいに通信、Wi-Fi なくても通信できるようなモデルを例えば買いたいっていう場合は、今、なかったりとか。あとMac とかに関してですね、特にストレージ容量とか、いくつかね、選べたりするんですけども、それ以外に関して、例えばちょっとメモリをね、じゃあ 16GB にちょっとしたいなとか、あとキーボードの配列をね、ちょっと英語のやつにしようかな、US キーボードにしようかなとか、そういうのあるんですけども、そういったことってね、細かいのそういうのはできないんですよね。基本的にその売られてるモデルを買うっていう形にはなるので、そういった自由度はないんで、自分が欲しい製品があればね、結構 Amazon で買っちゃってもいいのかなっていうところ。で、もしじゃあ Apple の公式ストアでちょっとカスタマイズしてね、お得に買いたいっていう場合あれば、楽天リーベイツっていうもの
がありございまして、これを使うとお得に使えるのかなというところですね。詳しくはちょっと次のね、楽天編っていうやつで話そうと思ってるんですけど、楽天がこれ運営している、オンラインストアのまとめサイトみたいなのがありまして、そこから経由して買い物すると、大体1から3% ぐらい、ショップによるんですけども、アップルだと大体そのぐらいですかね。楽天ポイントがとして返ってくるので、MacBook とかね、高い買い物するなら使った方がいいんじゃないかなと。はい。ただこっちも基本的に新製品はね、対象外にはなるんですけども、あと学生の方とかであれば、学割ですね。学生教職員向けストアっていうところで買えば、安くなるっていうのと、今の時期だとですね、4月18日まで新学期キャンペーンっていうのがね、あるので、Mac と iPad とか買うんであれば、Apple のギフト券がですね、だいたい18,000円とか、12,000円とかついてくるんで、そこら辺活用するのもね、非常にいいんじゃないかなと思います。はい。まだちょっとここら辺も別の動画でね、詳しく話しますけど、2つ目 Amazon と直営店で買うの違いとしてはですね、自分都合の返品っていうのはできないっていうところですね。ちょっと返金とか面倒かもしんないっていうところなんですけども、例えば Apple 公式ストアでの購入ですねっていうのは、商品を受け取ってからこれ14日以内であれば、これ返品可能なんですよね。もちろん初期不良みたいなね、ちょっと画面がつかないとか、あんまないですけど、そういったものはもちろん返品できるんですけど、やっぱり違ったなとか、やっぱりちょっと違う色にしようかなとか、そういうのあるじゃないですか、たまにね。いわゆる自己都合での返品っていうのやつですね。そういったものもこれね、アップルすごいのができるんですよ。14日以内であれば全然。しかも送料無料で返せるっていうね。これがなかなかすごいんですけども、やっぱりいらねえなみたいな。ってことができるってことですね。ただ Amazon の場合はもちろん不良品とかはね、返品とかね、返金できると思うんですけど、自己都合での返品っていうのはね、これできなくなったんですよね、最近。やっぱりちょっといらねえなみたいなのはダメっていうところになりまして、なんでやっぱ返品とか、例えばじゃあサポート面に関して、非常に不安があるなみたいな方は Apple の直営店で買う方が安心かなとは思います。で、3つ目、これ違いとしてはですね、やっぱローンが組めないっていうね、ところですね。Apple 製品で非常に高価なマシンにね、やっぱあったりするんで、カスタマイズとかするとね、ローンが組めるっていうものがありますと。はい。で、特にいわゆるね、分割払いってやつですけど、普通はやっぱりね、分割払いにすると、カード会社によりますけど、手数料っていうのがね、結構10% から 20% ぐらい、ものによると思うんですけど、結構乗ってくるんですよね。なんで普通の価格よりも2、3万円ぐらいね、多く払ったりとか。あるわけですけど、これが一応 Apple 公式で買うと、例えば24回払いとかでもですね、最近Payday ってやつでね、登録すれば簡単にできたりしますけど、手数料ないんですよね。全然普通に24回払いにしても普通に総額は一緒っていうね形が全然あったりするんで、さっき言ったようなそのペイディみたいなものでね、これもスマートフォンで身分証とかあれば結構すぐね審査も割と取ったりするんで、やっぱ Amazon とかではですね、もちろんカードで分割払いとかできますけど、手数料かかってきちゃうんで、そういったことがやっぱりねできないんで、分けてお得にやっぱ買いたいみたいなね、分割払いで買いたいみたいな方はやっぱり Apple 直営とかで買うのがね、トータルで見たら結果的にはやっぱ払うお金は少なくなるんじゃないかなと思いますね。ということで Amazon で買うとお得な理由ね、これ3つまとめますと、まず1つ目、商品によってやっぱ Apple 公式サイトよりそもそも定価が安くなってるというところで、2つ目がやっぱ Amazon のやっぱポイントがねやっぱついたりする時もあると、Amazon 上で買い物する時も使えますんで、結構お得かなというところで、3つ目は Amazon のその現金チャージですね。買うもの決まってれば、事前にチャージしておけばですね、それにさらにポイントがついてくるというところですね。これ Apple 製品に限らず使いますんで、どうせ買うもの決まってるならチャージしておくのがいいかなと。あとクレジットカードとかでもですね、チャージしたら 0.5% つくんで、面倒な方はクレジットチャージがおすすめですよと。で、もちろんやっぱ Apple 公式で買うメリットとかもですね、さっき話したようにありますので、やっぱり Amazon で例えばじゃあ自分の欲しいモデルとか製品があれば、でそれが安くなってるんであればね、全然いいんじゃないかなというところ。あとそこでやっぱサポート面とかですね、安くなってる価格とかですね、そういったところをちょっと天秤にかけてみて、ちょっと高いけどやっぱりね、サポート面不安だから、Apple で買おうかなっていう、そういうのも全然いいと思うんですよね。これは人それぞれだと思うんで、それ以外のちょっと価値のとこみたいなところも、ローンとかもね、結局手数料とか考えるとね、Apple で買った方がトータル安かったみたいなこともあったりすると思うんで、そこら辺のところも考えて購入すれば非常にいいのかなと思います。こういった動画を見ていただいてまでね、購入しようと思ってる方はね、非常に素晴らしいというかね、そういった意識があるだけでもう全然いいと思うんで、はい、僕はもう適当に買ってましたから昔はい。
例えばじゃあこういった場合どっちがいいですかとか、こういったところ迷ってるんですけどとか、はい、もしあればですね、ぜひコメントでね、質問いただければと思います。僕よりね、優秀な方がですね、例えば答えてくれたりする時もあるんで、ぜひちょっと気軽にね、コメントいただければと思います。今回動画以外もですね、ガジェットのレビューとかね、Apple 製品、今後についてとかね、さらに安く買う方法、他のね、方法もまとめてね、動画出そうと思ってますので、ぜひちょっとね、損したくないなっていう方はね、今のうちにチャンネル登録お願いいたします。で、横の通知ベルね、これ押してもらうとね、確実に届きますので、ぜひ見逃したくない方はお願いいたします。もしこの動画がね、少しでもためになったなと、ほんと少し1ミリでもね、ためになったと思ったらね、高評価、さっきみたいにね、気軽にコメントもお願いいたします。いやー、いつもありがとうございます。なんだっけ。はい。それではね、また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。結局ね、どこで買えばいいんですかっていう質問は結構ね、来たりもするんですけども、アップルのね、直営店でね、聞くのが本当はいいのかなっていうところはありますけどね。でもなかなかね、東京とはどうでしょう、名古屋とか福岡とか、そういう都市部にしかないんでね、それ以外だともう本当家電量販店とか、になっちゃうと思うんで、本当は人に聞いていくのが良かったりもしますし、僕も結構こうレビューとかしてるんで、そういった動画とか参考にしてもらってですね、ぜひ買ってもらえればと思います。最後はもう直感でいいと思います。はい。買いすぎないようにね、はい。ローンも組みすぎないように。はい。よし。疲れた。